シードデスティニーよりついにこの2機を並べる時が来た。デスティニーとレジェンド、ザフと最強の夫人を劇中ではない、もしもの世界観で、今回は同時にウェザー。どうもダディです。今回はレジェンドガンダムとデスティニーガンダム2体同時に制作していきます。パッチ組成型色ウェザリングでサクサクっと作って積みプラを減らそうということですね。シードデスティニーは僕はど真ん中世代なので贅沢な修行ですね。早速一緒に作っていきましょう。フェーズ1、仮組。まずはニッパーを使ってゲートを少し残してカット。次は型番ニッパーできれいに二度切りしていきます。あとは説明書通りに組み上げていきます。で、今回はパチ組なんですけども V アンテナの部分だけシャープ化しておきます。こんな感じですね。もちろんデスティニーも同じようにしています。で、今回成型色なんで部分塗装も行わず付属のシールを一部使用していきます。この武器とレジェンドもビームライフルですね。ここだけシールを貼っています。ツインアイとセンサー部分のシールも使用するのですが、ウェザリング後の最後にしておきます。ではサクッと組んで仮組完了です。ダークヒーローみたいでかっこいいですよね。しかしドラグーンシステムがでかいし、このモールドいいですよね。で、こちらデスティニーです。体感灯にビーム砲と全部のせ感が最高ですよね。で、今回はパッチ組なのでこのまま艶消しのトップコートを拭いておきます。フェーズ2、ウォッシング。ではミスターウェザリングカーラーのグランドブラウンを使用します。レジェンドには塗料を希釈せずにそのまま塗っていきます。その後薄め液をつけた綿棒で重力方向に向かって吹き上げていきます。こちら作業後ですね。完全にきれいには吹き上げず汚れのラインが見えるぐらいがいいと思います。次はデスティニーですが、そのままだと濃すぎるので薄め液で希釈してから塗っていきます。1対1ぐらいの割合でこれぐらいで塗っていきます。後の工程は同じで全てのパーツに作業をしていきます。仕上がりはこんな感じです。白いパーツが特に分かりやすいですね。レジェンドの仕上がりです。さらに濃くなって重さが出てきてます。フェーズ3、チッピング。水性ホビーカラーの焼き鉄色を使ってスポンジチッピングしていきます。塗料は希釈せずにそのまま使います。パーツのエッジ部分に軽く叩くようにしてチッピング表現をつけていきます。縁取りにならないようにまばらに作業しましょう。仕上がりはこんな感じで、ゲート処理をしていないので目立つ箇所はこの作業で隠しておきます。すべてのパーツに同じようにチッピングしました。焼き鉄色はシルバーと黒の色が同時につくので色分けせずに楽に作業が済むのがありがたい塗料ですね。デスティニーの方を見ると分かりやすいですね。濃い色のパーツにはシルバーが、薄い色には黒が目立ちますね。フェーズ4、リアルタッチマーカー。リアルタッチマーカーのブラウン1で汚しを書き込んでいきます。チッピングした箇所に点を打って囲んでいきます。その部分を指で軽くこすってぼかします。こんな感じにシルバーがサビっぽい表現になります。それ以外にもモールド部分から線を引いて指でこすってサビだれの表現もつけていきます。さらにメラミンスポンジで軽くこすってぼかし色の濃さを調整していきます。こういう奥まった指の届かない箇所は綿棒でぼかしていきましょう。
この作業はぼかすことが重要で、それによって色の濃淡ができて自然な風合いな汚れになります。ちなみに全部綿棒で作業してもいいんですけど、持ち帰る手間が面倒なので僕は基本指派です。こちら比較ですね。見てもらうとわかるんですが、ぼかしているので全体的にブラウンがかって雰囲気が変わってますよね。もちろんデスティニーの方にも同じ作業をしていきます。で、作業後ですね。チッピングが馴染むように意識しました。レジェンドは錆だれの書き込みやメリハリを強めにしています。フェーズ5、ウェザリングマスター。ウェザリングマスター B セットと D セットでグラデーションをつけていきます。まずは B のすすからパーツのエッジ部分にこすりつけていきます。しっかり黒い部分が見えますよね。そしてこれもメラミンスポンジでぼかしていきます。これも全パーツに作業していきます。次は D セットのオイルを使ってデスティニーに同じように作業していきます。すすだと黒くなりすぎるのでオイルの方がいいと思います。作業手順は同じで全パーツにこすりつけていきます。次に B セットのスノーを使ってハイライトを入れていきます。こちらは面の中心部分にポンポンと軽くつけて付属のハケで軽く撫でてなじませていきます。こすりつけずに優しくすると自然な感じに体色表現になります。またランダムな感じを意識するといいと思います。これも全パーツデスティニーも同じように作業していきます。作業が終われば艶消しのトップコートを拭いて今までの汚しを保護しておきます。ファイナルフェーズ完成。最後にツインアイとセンサー部分に付属のシールを貼り付けます。付属のシールでも全然ありですよね。あとはサクッと組んで頭をつけて、では完成です。どうぞ。では比較です。成型色からのウェザリングでしたが、しっかり質感が変わっているのが分かりますよね。今回はサクッと組むということで1期で4日ぐらいの制作でした。1日目に組み立てとトップコートまで、2日目にウォッシングとチッピング、3日目にリアルタッチマーカー、4日目にウェザリングマスターと1日1つぐらいの作業で簡単に仕上がります。シリーズで飾りたいものがあるならまとめて一緒に作ると統一感も出るしで一石二鳥ですね。ではアップです。今回はまずウォッシングをして全体の色味を変えて汚しのベースとしました。やっぱりデスティニーのような白が多いと汚した部分だけが浮いてしまうので、簡単に作業が終わるウォッシングは有効です。その後のウェザリングはシルバーで金属表現をしたり、黒でエッジを立ててハイライトで面を出すというような感じで簡略化しつつも汚しを重ねて情報量はしっかりと持たせました。情報量ってデカールを貼ったりモールドの追加をしたりもできるんですが、中でも質感を変えるというウェザリングは工程の手順や使う塗料でかなり変わるので、そこが面白いところですね。いかがだったでしょうか。今回はレジェンドガンダムとデスティニーガンダムを2体同時に制作しました。ヤスリがけなしの成型色でも汚して隠せば時短にもなるし仕上がりもかっこいいですよね。
なんせ積みプラがやばいので最近同時に作るっていうのが主流の僕ですが、やっぱり増える方が多いんですよね。で、この動画が良かったと思ったら高評価、ハイプ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。何か一つでもためになれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。